こんにちは、レッドです。今回の動画はですね、車業界が大きく変わるであろう動画になります。ガソリンを使う車であればね、必ずオイルを使いますよね。そしてオイルを使う時にゴミが引っかからないようにオイルフィルター使いますよね。こちらオイルエレメントです。箱の中身がこんな感じになっていて、この周りのね穴からオイルが入って、この中央の穴からオイルがエンジンルームに戻っていくという感じです。このオイルエレメントの交換目安はオイル交換3回につき1回交換する形になります。今回オイル交換何回目だっけ？オイルエレメント入れちゃえってな感じで、3回目に交換すればいいものを2回目でね、結構回数がわからなくなって交換してしまうことって、自分の中ではね、あるあるなんですよ。ただ早めに交換すると、もったいないよねっていう話です。そして使い終わったエレメントなんですけど、これ中身がね、紙のフィルターで外側が金属なので、ゴミの分別としてはね、めちゃくちゃめんどくさいやつなんです。ゴミの分別はめんどくさいし、オイルフィルターのタイミングはわからないし、そうな君におすすめの商品があるんだ。こちら K&P エンジニアリングハイパフォーマンスオイルフィルターです。これ2個あるんですけど、こっちがシルビア用でこっちがアコード用に用意いたしました。これが中身になります。 K&P のステッカーと交換用のオーリング、そして専用の回すアタッチメントがついています。こんな感じでかぶさってぐるん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 回せちゃいます。そしてね、普通のエレメントと比べると、まずね、デザインがね、全然違ってきます。見た目自体がまずかっこいい。そしてこのカバー自体がギザギザになってるんですけど、このギザギザしてることによって、風が通って冷却効果があるんですね。そして材質がアルミでできています。で、上にはね、K&P ってロゴが入っていますね。そしてね、K&P のオイルフィルター、実はここからがね、見どころなんです。通常のオイルフィルターは使ったらもうポイです。もう使い捨てですね。だけどね、K&P のオイルフィルター、実はこれ使い捨てじゃないんです。まず K&P のねオイルフィルターをプッシュしながらぐるっと回すと、こんな感じでフィルターが取れます。これ外側はアルミなんですけど、この中のメッシュはステンレスメッシュです。そしてこの中にスプリングが入っています。このスプリングが簡単に取れます。で、あとはここにねゴムのオーリングがついている感じです。スプリングを入れてステンレスメッシュをこんな感じではめ込んでプッシュしながらぐるっと回せば、もうこれでねグラグラしなく取れません。なんでね、このフィルターが外れるのかと言いますと、実はこちらの K&P のオイルフィルター、洗って何度も使うことができるんです。今までのオイルフィルターはもう使ったらもう一度きり。だけどこの K&P のオイルフィルターは何度でも何度でも使えるわけなんです。もう使い捨てのね、オイルフィルターがゴミとしてね、出ていかないので、環境にめちゃくちゃ優しいです。エコロジー。で、この中のフィルターでね、もう一つ特徴があります。実はオイルフィルターのこの部分にマグネットがついています。こんな感じでくっつきます。結構ね、強いです。オイル交換をするときにね、このマグネット部分を見れば、エンジン内部でどういうものが削れているのかとか、消耗具合がね、すぐにわかります。そしてこの K&P のオイルフィルターなんですけど、20年前にアメリカコロラド州で販売されました。そして日本で販売されだしたのが15年前ほどになります。そんな前からあった商品なのに、今まで僕は存在を知りませんでした。海外では6社ほどね、こういったメーカーがあって、日本では1社あるらしいです。この洗えるオイルフィルターを販売したのは、実は K&P がね、一番最初になります。なので元祖になるんですね。そしてさらにすごいのが FAA のテストをね、これ受かってるんです。FAA とはアメリカ連邦航空局のことです。詳しくはね、調べてもらったらわかるんですけど、アメリカの航空自衛隊でも実際ね、この K&P のオイルフィルターを使っているので、この K&P のオイルフィルターが原因でもし墜落してしまったってなると大問題になってしまうので、もう品質はね、マジ保証です。ということでね、今回は K&P のオイルフィルターとホームセンターで1000円から1300円ぐらいで買えるピアのオイルフィルターと、ちょっと間違って買ってしまったんですけど、シルビアターボ用のオイルフィルター、これ1個2、300円です。
この通常のオイルフィルターの中身を見ながら K&P とね、いろいろ比べていきたいと思います。それでは実験スタート。最高だぜ。K&P エンジニアリングハイパフォーマンスオイルフィルターのご紹介です。昔からある商品なのに意外と知らない人が多いので、今回の動画で知ってもらえたら嬉しいです。そしたらオイルフィルターをぶった切ってくぜ。これがまずに300円のオイルフィルター。紙のフィルターと中にスプリングが1個入ってるだけです。ピアおお、なんじゃこれ。まずね、フィルターです。ここにね、リリーフバルブがついています。このリリーフバルブの説明はね、後でします。なるほどね。これ意味が分かったわ。このゴム部分はオイルが回ってない時には蓋をしちゃう感じです。そしてエンジンがかかったと同時にこのゴムがねペコーンってなってオイルが回る感じだから、ゴミの逆流防止ですね、これで。さっきの安いやつはスプリングが入ってたんですけど、ピアはですねスプリングではなく、こういった金具でちょっとスプリング効果があるようなものが入っていました。基本やっぱ上にね押し付ける力が加わるようですね。 K&P ピア無名のオイルフィルターです。そして1000円前後のオイルフィルターと300円のオイルフィルター、何が違うのか。外側の作りで言ったらね、そんな大きな違いはないんですけど、フィルターがね、明らかに違うところがあります。この裏を見てもらうとわかるんですけど、ピアの商品に関してはリリーフバルブがついていて、無名のオイルフィルターはリリーフバルブが入っていません。このリリーフバルブは負荷がかかるとこんな感じでペコンペコンね、へこみます。まずエンジンをかけた時にね、オイル自体が硬いので、このフィルターの隙間を通り抜けるのがなかなか大変です。なのでエンジンをかけた時はこのリリーフバルブが開いて、フィルターを通さずオイルがね、最初循環することが多いです。他にもね、このフィルターがめちゃくちゃ詰まってきた場合は、フィルターを通さずにオイルがね、ぐるぐる回っていきます。だからね、オイルフィルターをずっと交換しないで、この目詰まりした状態だと、ずっとこのリリーフバルブが開いた状態で、全然汚れをね、ろ過できない状態でぐるぐるエンジンの中をね、こう駆け巡ってしまうので、エンジンがね、壊れやすくなったりします。だからぶっちゃけピアのオイルフィルターは、目が詰まったところで、このリリーフバルブが開くので、ゴミを取らない状態でね、オイルがずーっと回りますので、早めに交換した方がいいんですね。そしてこの無名のオイルフィルターはリリーフバルブがついていないので、単純にね、もうここが全部目詰まりした場合は、オイルが回りません。そしてゴミが詰まれば詰まるほど、オイルが全然エンジンルームの中を回らなくなってくるので、安いオイルフィルターはそういった欠点があるのがね、今回分かりました。で、あとはね、物によってはこのオイルフィルターの汚れをキャッチする面積が、極端に少なかったりするかもしれないので、安いのはね、あんまおすすめしないね。これ見た感じ。使うのであればリリーフバルブがついてるやつを使った方がいいです。そして K&P のオイルフィルターもリリーフバルブはついてるんですけど、これね、結構ね、硬いんですよ。さっきの3倍ぐらい力を加えないと、こう沈まないようなイメージ。ただし、このステンレスメッシュは35ミクロンで均等に編み込んであるので、よっぽどね、ここがめちゃくちゃ詰まらない限りは、このリリーフバルブが開かないような形になります。一応テスト段階では15ミクロンまで作ってました。35ミクロンが一番ね、効率がいい状態っていうことになったので、35ミクロンを採用しております。そして全部均等に編まれているので、オイルが7倍フローしやすいです。普通はね、外からオイルを吸うんですけど、内側からオイルをね、同じ量を入れて、どれだけ違いがあるかをね、テストしてみたいと思います。ではね、実験内容としては、この紙コップのこのラインまでオイルを入れております。だいたいオイルが流れ終わるまでにどれくらい時間がかかるのかをチェックしていきたいと思います。ちなみに今回使っていくオイルはワコーズの 5W30 です。結構ね、やわめなオイル。画面が見えにくいんですけど、ストップウォッチを押してオイルを入れます。よーい、スタート。5分14秒ぐらいで今ね、オイルが全部ほぼできった感じです。続いてピアです。よーい、スタート。
はい、今オイルのプールがなくなりました。2分27秒。結構早いっすね。さっきとサイズは違うんですけど、比較対象としてはこの2分27秒が、基準になってくると思います。紙のフィルターと違ってね、ステンレスメッシュなのでめちゃくちゃ早いのはもうわかるんですけど、よーい、スタート。はい。約39秒です。構造上ね、リリーフバルブのところが皿みたいになってるので、そこにオイルが溜まってなかなか落ちなかったんですけど、めちゃくちゃオイルがそのままストンって落ちていく感じです。もうステンレスメッシュにしただけでね、全然オイルの通りが違います。そして実際に掃除をするときには、パーツクリーナーで、内側からね、外側に向かって洗っていきます。そしてこんな感じにフィルターを洗浄したら、またね、セットして繰り返して使うような感じです。で、実際使ってたらここのマグネット部分に金属類がくっつくので、その金属類はウエスとかでね、拭き取って取ってください。はい、今ですね、エンジンもだいたい温まってきて回転数も落ち着いてきたので、そろそろね、オイル交換をしていきたいと思います。オイルはね、上抜きが一番楽なんです。これだけでね、オイルが簡単に抜けちゃうので、スマートツール気になる方は過去動画にありますので、遡ってみてください。はい、これでほぼほぼオイルは完璧に取れました。あとは汚れたオイルの処理箱を使って、廃オイルを捨てていきます。で、あとはここを縛ってね、ゴミ箱にポイです。そしたらね、シルビアのエレメントを外していきます。上のこの部分から覗いた時にエレメントが見えますので、これぐらい延長した状態でやると、割とやりやすいかなと。で、外した時にオイルがちょっとトパーって落ちてくるので、下にオイルのキャッチはね、置いておきましょう。よし、刺さった。こういう時にね、回転方向だけ間違わないように捨ててください。ある程度緩んだらもう手で回してね、抜くと同時にオイルが垂れてくるので、出入り口をね、上に向けてできるだけ垂れないようにします。OK、取れました。そしたら K&P のオイルフィルターを準備していきます。まずはスプリングを入れて、ステンレスメッシュをセット。そして一度ね、ゴムパッキンを外します。ゴムパッキンにオイルをつけます。オイルをつけたらパッキンを元に戻していきます。これで準備が整ったので、あとは戻していきます。あ、いったいったいった。手で回していてゴムパッキンが接触したら、付属のアタッチメントを使って4分の3回します。スタートからゴール、ここまで回してください。それ以上無理に回したりするとネジが折れてしまうことがあるので気をつけてください。そして回す時に暗い場所なので、こういった感じで目印をつけておくと、回す時にね、これが上に来た時に終了みたいな感じで目安ができるので、印をつけることをお勧めします。これで4分の3回りました。NA のシルビアの場合、エレメントを交換した時が 3.5 リッターなので、だいたいね、これぐらいです。で、これアストロのね、オイル容器なんですけど、これ蓋がついてるんでね、めちゃくちゃいいです。今までね、蓋のついてるタイプを使ってなかったので、保存してる時にこの中にホコリとかが入ってて、次使う時にね、大変だったんですけど、蓋があると次回使う時にね、めちゃくちゃいいんで、選ぶ時はね、蓋付きのものを選んだ方が、長期でのね、整備性はめちゃくちゃいいです。やっていこう。はい、オイル入ります。いやー、いい飲みっぷりだ。美味しいよね、新しいオイルは。よっしゃ。あとはエンジンをかけてエレメントまでオイルを回した後にエンジンを止めて、落ち着いた時にレベルゲージを見てね、オイル量を確認してください。中回転から高回転の吹き上がりが速くなってます。というよりかは全体的に吹き上がりが速い。これはね、気持ちいいです。めっちゃ気持ちいい。そして今回は使わなかったんですけど、こちら
このブラックバージョンはアコードに取り付けて、燃費とかね、パワーが変わったりするのかっていうのもチェックしていきたいと思います。それは別の動画でね。そしてね、気をつけてほしいのが、オイルエレメントをね、お店に任せて交換してもらう場合は、これを捨てないでくださいっていうのをね、ちゃんと伝えててください。じゃないと、これを捨ててしまって普通のエレメントをつけられたら、めっちゃもったいないです。そして今回紹介した洗えるオイルフィルター、世間一般的にはね、あまり知られてないと思うので、今回の動画をきっかけにね、いろんな人に知ってもらえたらいいなと思っております。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。購入方法はメールでのやり取りか、電話受付になりますので、詳しいことは下記の概要欄に載せてますのでチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram をやってますので、下記の概要欄からチェックをよろしくお願いします。動画を配信するより先に最新情報が載ってることがありますので、気になる方はね、ぜひチェックをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。